こんにちは、こんばんは、スヌオーです。今回は Excel のピボットテーブルを使って簡単にエネルギーデータをグラフ化します。使用するデータはエネルギーデータで、期間は1年分、周期は15分の時系列データとなっています。それではやっていきましょう。今回はピボットテーブルを使って簡単にグラフ化してみたいと思います。ピボットテーブルとは簡単に集計できる Excel の機能です。この機能を使うことで時系列のデータの集計が行えます。今回はこちらのデータを使用していきます。こちらのデータを直接グラフ化してみるとこういった形になります。特に集計が必要ない場合などはこのように単純にグラフ化するだけで十分かと思いますが、例えば後々1日ごとなどの集計データが見たい場合には作成し直す必要が出てきます。それらを解決できるのがピボットテーブルです。ではピボットテーブルを作成していきましょう。今回使用するデータはこの3列のデータですので、この3列をコントロールとシフト、矢印ボタンを使って範囲を選択していきます。すべて選択し終えると、挿入のタブからピボットテーブル、範囲は今指定した範囲がグラフ化されるようになります。今回は新しいシートにピボットテーブルを作成するため、このまま OK ボタンを押します。ピボットテーブルのフィールドから表示したい列名を選択し、チェックをつけていきます。今回は3列とも使用するので、全てにチェックを入れます。両ラベルにタイムスタンプを追加することで、このように集計された形で表示ができます。次にグラフ化の準備をするためにグループ化という操作を行っていきます。両ラベルのところで右クリックをしてグループ化、表示された画面から年、月、日、時というところまで追加して OK ボタンを押します。これはピボットテーブルでグラフ化後に使い勝手を良くするための操作です。それではグラフ化していきましょう。ピボットテーブルをどこでもいいのでクリックして挿入から今回は線グラフで表現しようと思うので線グラフを選択します。すると先ほどと異なりいくつかのボタンがついたグラフが生成されます。こちらの左下のボタンはそれぞれの列に対してフィルターをかけることができます。右下のプラスとマイナスのボタンはボタンを押していくと集計の周期が変わります。これが日ごとで、もう一度マイナスボタンを押すと月ごとになり、もう一度押すと年ごとになります。これをするだけで合計量を簡単に月ごと、日ごと、時間ごとにまとめることができるので非常に便利かなと思います。ただし今回全てのデータは 3.5 万行にもなりますので、分ごとのデータを入れてしまうと動作がかなり重くなりますので注意して取り扱ってください。基本的な操作はピボットテーブルを使わない他のグラフと同様ですが、ソートやフィルター機能も使えるのでデータ分析には活用しやすいかと思います。例えばこの状態で月ごとの7月のデータを見たいといった場合には、月のボタンを左クリックして全てチェックを外して7月のみにチェックを入れると、そのまま OK ボタンを押すと7月のデータだけ抽出されてグラフ化されることになります。さらにこの状態からプラスボタン、マイナスボタンで操作することで日ごとのデータ、時間ごとのデータというように周期を変更することも簡単にできます。いかがだったでしょうか。私が使っている Excel は2016なのですが、2010には確かこのプラスとかマイナスのボタンがなかったのかなと思います。Excel はどんどん便利になっていって、すごく有効活用できるので、頑張って覚えていきましょう。
また、私の動画では Excel と Python でのグラフ化の比較動画も作っていますので、よかったらどちらが便利か参考にしてください。簡単ですが、これで終わりです。また次回もよろしくお願いいたします。